にちは、サラです。この動画では9枚の葉っぱを描きながら透明水彩の3つの技法を解説します。前回までの動画で解説した6つの技法に加え、また新しい技法の解説になります。今回も7時間目、8時間目と授業形式に進みますが、それぞれの技法の動画時間は5分から10分程度、ポイントを押さえながら解説していきます。ぜひ習得してみてください。先にこの動画で習得できる3つの技法をお伝えしておきます。前回の C5、6時間目に続き、7時間目はスパッタリング、絵の具を飛び散らせることで作品に魅力を加えます。8時間目はドライブラシ、乾いた筆で塗ることでモチーフの質感を表現します。9時間目は塩を使って塩と水の濃度の違いを利用して雪の結晶のような模様を作ります。またこれらの技法を知識として学ぶだけでなく、同じ下書きでそのまま実践で描いてみたいという方は線画をダウンロードしてみてください。現在は Amazon の電子書籍水彩9つの基本技法の付録となっています。下記概要欄にリンクを貼っておきますので活用してみてください。この動画では水彩道具をすでにお持ちの方向けに解説していきますが、まだ揃えていないという方はホームページ水彩セラピー水彩時間のトップ初めての水彩必要な道具はのページで道具を紹介しています。ホームページは水彩時間で検索してみてください。下記概要欄にもリンクを貼っておきます。それでは解説に入ります。7時間目スパッタリングとは、ここでは水彩の技法スパッタリングの意味とこの技法の手順を解説します。スパッタリングを日本語にすると、またその質問わかんない。よく似た言葉でスプラッター映画っていうのを先週映画館で見たよ。血がドバーって飛び散る内容ですごく怖かった。サラはそんな映画絶対に見ない。夜眠れなくなるもん。でもそれって答えに近いかも。水彩の技法でいうスパッタリングは絵の具を飛び散らせること。元はお料理の炒め物などで発生する油の跳ね現象を表現する言葉なの。このスパッタリングは筆で描く絵ならではの躍動感を表現できるわよ。それに単調になりがちな水彩画において効果的なアクセントにもなり得るの。なんだかアクティブな技法っぽくって楽しそう。ここではスパッタリングの2つのパターンを紹介していきます。1つ目は背景にアクセントをつけるために用いるスパッタリング。2つ目はモチーフのテクスチャ、質感を表現するために用いるスパッタリング。あなたも私たちと一緒に水彩技法スパッタリングやってみませんか？手順1、線画を元にした絵の準備。ダウンロードした線画を水彩紙にトレースしておきます。自宅にプリンターがある場合、A4 サイズの薄い水彩紙ならそのままプリンターにセットして印刷できます。プリンターがない場合はコンビニなどでプリントしてみてください。ここでは A4 サイズの線画を A3 サイズに拡大プリントしています。手順2、水彩紙の4点をカバーしておく。スパッタリングは絵の具を飛び散らせる技法です。予想以上に飛び散ることもあるので、4つの辺をキッチンペーパーで保護しておきます。マスキングテープで固定しておくとずれることがありません。手順3、2本の筆を使ってスパッタリング。オレンジ色を含んだ筆とストッパーとしてもう1本の筆を用意します。色を含んだ筆を上にしてバツの形にし、振り上げたり下げたりしながらトントンと軽く叩きます。筆に含んでいる色が飛び散ります。ここでのコツは筆に絵の具を含ませすぎないことと軽く叩き始めることです。たくさんの絵の具を筆に含ませてしまうと叩く前にポタリと落ちてしまいます。手順4、乾くまで待つ。筆に含んでいる色が飛び散った後は乾くまで待ちます。ドライヤーを使って乾かしてもいいですが、スパッタリングした絵の具はドーム状の厚みになっているので、横から強い風を当てると色が流れます。
しばらくそのまま置いて半乾きの状態になったら、真上から弱い風で温めるように乾かすときれいに乾きます。手順5、別の色をスパッタリング。違う色も試してみましょう。ここでは明るい緑色を使っています。この色も試してみたいとあなたの心がときめいたら、その色もぜひスパッタリングしてみてください。手順6、きちんと乾かす時間を取る。スパッタリングは絵の具の厚みができやすいので乾くのに時間がかかります。きちんと乾かす時間を取りましょう。その間に休憩を取ったり、次の技法の準備をしておきましょう。小鳥の福ちゃんはどうしてるかな？コーヒータイムでほっと一息。それっておすすめです。ドライヤーで乾かして先に進む。そこの人、ドライヤーで遊ばない。ゆっくり自然乾燥。また明日。今日はおしまい。続きは明日にやろうっと。鳥さんの朝は早い。ここでは少しの休憩の後、真上からドライヤーを当てて乾かします。次は2つ目のやり方。葉っぱの質感を表現するスパッタリングの手順に進みます。手順7、マスキング紙を作る。ダウンロードした下絵の線画をスパッタリング用のマスキング紙としてそのまま利用します。薄い水彩紙に直接印刷された方はコピー用紙にも印刷しておいて、それをマスキング紙として使ってください。スパッタリングを適用する葉っぱ3枚を切り抜きます。ここでは3、6、8に位置する葉っぱになります。切り抜くときはカッター台を下に引いて、葉っぱの形に沿ってカッターを使って切り抜きましょう。マスキング紙の出来上がりです。手順8、切り抜いた葉っぱの位置に色を塗っておく。切り抜いた葉っぱと同じ位置にあたる下絵の3枚の葉っぱに色を塗っておきましょう。今まで学んだ技法、ウォッシュ、ウェットインウェット、グラデーションなどを使って塗ってみましょう。手順9、色を塗った葉っぱを乾かす。3枚の葉っぱに色を塗ったら、自然乾燥やドライヤーを使って乾かしておきましょう。手順10、マスキング紙をかぶせる。手順7で作っておいたマスキング紙を水彩紙の上にかぶせます。切り抜いた葉っぱのところは色を塗っているので、このような見え方になります。また、飛び散った色で周りを汚さないように、ここでも4つの辺をキッチンペーパーでカバーしておきましょう。手順11、切り抜いた葉っぱの上でスパッタリング。今回も筆をバツの形にして一つ一つの葉っぱの上でトントンと叩きます。色が飛び散ります。ここで使用する色は枯葉の虫食いや模様に見えるように焦げ茶色を使っています。手順12、乾くまで待つ。スパッタリングしたら乾くまで待ちます。ドライヤーを使う場合は絵の具が流れないように真上から弱い風で温めるように乾かしましょう。手順13、マスキング紙を外して完成。乾いたことを確認し、キッチンペーパーとマスキング紙を外して完成です。葉脈をリフトアウトで書き足しておくと葉っぱらしい表情が出てきます。ここで最初に説明したスパッタリングの2つのパターンを確認しましょう。1つ目は背景にアクセントをつけるために用いるスパッタリング。2つ目はモチーフのテクスチャ、質感を表現するために用いるスパッタリング。この2つのやり方を覚えておくと表現の幅が広がります。水彩の技法の7時間目、スパッタリングできましたか？できました。単調な絵もこの技法を使うと生き生きしてくる感じ。なんだかアーティストになった気分。今回のスパッタリングでは2本の筆を使ったけど、1本の筆の先を指で弾くだけでも小さなスパッタリングを作ることができるのよ。他にも歯ブラシを利用したり、専用のブラシと網を使うと霧のように繊細で美しい表現もできるようになるわよ。水彩にそんな道具があるなんて知らなかった。でもスパッタリングってすごく楽しかったから服の感性にはぴったりかも。道具を使うともっと表現の幅が広がりそう。服は最近表現の研究を始めたよ。表現の研究？それって楽しそう。ワクワクして学んだことはきっと作品に生かされてくると思う。
そんな福ちゃんなら今回やったマスキング以外のやり方も知っておくといいかも。表現の研究のためにもここでまとめておくわね。まずマスキングは顔にするマスクと同じで覆い隠すという意味があるの。水彩では色を塗る前にマスキングしておくことでそこだけ色を弾くことができたり技法を適用しないようにすることができるのよ。マスキングの方法は次のやり方があるのよ。1、マスキングテープを使う方法。2、紙やマスキングシートで覆う方法。3、マスキング液を筆で塗る方法。4、マスキングペンを使う方法。この4つ。ポイントを解説するわね。お願いします。1、マスキングテープを使う方法。これは主に水彩紙の4つの辺に貼っておいて、塗った絵の具がはみ出さないようにする方法なの。粘着力が弱いから剥がすのも簡単。100均のお店にも置いています。2、紙やマスキングシートで覆う方法。今回は紙やキッチンペーパーを使って絵の具の飛び散りを抑えたけど、マスキングシートを使えば粘着力がある分、しっかり水彩紙の上に固定できるのよ。3、マスキング液を筆で塗る方法。筆にこの液をつけて塗っておくと、上に塗った絵の具を弾くことができ、繊細な表現ができるようになります。剥がすときはラバークリーナーを使ってね。サラ一押しのマスキング方法です。4、マスキングペンを使う方法。マスキング液をペン状にしたもので、筆を使わずそのまま描けます。取るときは指でこすります。コンパクトなので携帯にも便利です。さて次は今回同様、テクスチャー、質感の表現を広げてくれる技法、ドライブラシをご紹介します。ちょっと待ってて、ペンと研究ノート取ってくる。8時間目ドライブラシとは、ここでは水彩の技法ドライブラシの意味とこの技法の手順を解説します。ドライブラシを2本。わかった。ドライは乾いている。ブラシはこの場合筆のこと。だから乾いた筆で塗ること。ピンポン、大正解。福ちゃんの推理力にはどんな名探偵も脱帽ね。でも念のために解説しておくわね。水彩の技法でいうドライブラシは絵の具のついた筆の水気を切って描くこと。水彩といえば水をたっぷりって伝えてきたけれど、あえて筆の水気を切って描くことでガサガサとした質感を出すことができるのよ。草や木の幹なんかに使ったり、かすれを利用して光る海面を表現する人もいるの。そうそう、今回は平筆を使うから準備しておいてね。平筆って使ったことなかった。どんな時に使っていいかわかんなくて、服の絵の具箱の隅っこで眠ったまんま。じゃあ今すぐ起こしてきて、大活躍してもらいましょう。あなたも私たちと一緒に水彩技法ドライブラシやってみませんか？手順1、マスキング紙を作る。今回もダウンロードした線画をそのままマスキング紙として使います。前回と同じようにドライブラシを適用する葉っぱを3枚切り抜きます。ここでは丸1、丸4、丸5に位置する葉っぱになります。手順2、切り抜き輪カッターを使う。前回と同じようにカッター台を下に敷いて葉っぱの形に沿って3枚の葉っぱを切り抜きましょう。ドライブラシをするためのマスキング紙が出来上がります。手順3、切り抜いた位置の葉っぱに色を塗っておく。切り抜いた葉っぱと同じ位置にあたる水彩紙の方の3枚の葉っぱにグラデーションなどの技法を使って塗っておきましょう。手順4、マスキング紙をかぶせる。手順1で作っておいたマスキング紙を水彩紙の上にかぶせます。切り抜いた葉っぱのところは色を塗っているのでこのような見え方になります。4つの辺をマスキングテープで固定しておくとずれることがありません。手順5、ドライブラシの準備。筆のタッチを生かすために水を少なめにして絵の具を溶きます。その絵の具を平筆につけ、水気をキッチンペーパーで取り除きます。ここでは焦げ茶色を使っています。塗る前に他の水彩紙で試し塗りをしておくとうまくいきます。手順6、平筆を使ってドライブラシ。
切り抜いた葉っぱの中で水気を切った筆を左右に動かしていきます。ここでは丸5の葉っぱに塗っています。葉っぱの周りはマスキング紙でカバーしているのではみ出しても大丈夫。水彩紙の表面は凹凸になっているので、凸の部分にだけ絵の具がつきます。ガサガサとした枯葉の質感を感じながら描いてみましょう。手順7、他の葉っぱもドライブラシで塗る。左上、丸1の葉っぱも塗ってみましょう。ここでは紫色で塗っています。ドライブラシはすぐに乾くので、さらに違う色を上に重ねて塗ると、色彩豊かな表現ができます。右上の丸4の葉っぱも塗っておきましょう。手順8、マスキング紙を外して完成。3枚の葉っぱを塗り終わったら、マスキング紙を外して完成です。葉脈をリフトアウトで書き足しておくと、葉っぱらしい表情が出てきます。参考、ドライブラシの活用例。この絵は平筆を跳ねるようにしてドライブラシで描いたものです。絵本に出てきそうな草の表現ができますね。これはサラが最近買った小さなステンレスボトルです。デザインの果物がドライブラシのタッチで描かれています。あなたの日常でもここで学んだ技法を見つけてみてくださいね。絵を描いていると絵を見る感性も高まってきますよ。水彩技法の8時間目、ドライブラシできましたか？できました。クレヨンで描くみたいに楽しい。平筆ってこんな使い方ができるんだね。そうなの。丸筆、平筆、それぞれの個性を生かした活躍の場があるものよ。人と同じようにね。こういった塗り方もできるようになっていると、さらに描きたいモチーフ、対象物を表現する手段が広がるわよ。ガサガサの枯葉以外でも、この前海辺で拾った貝殻のボツボツした質感もこのドライブラシだと面白く描けそう。そうだ、今回はドライブラシを使って色を重ねたけど、色の相性とかの注意点はないの？あ、いい質問ね。グラデーションの時に補色、反対色の説明をしたでしょ。紫色と黄色のグラデーションでは混じり合ったところが灰色に濁るって話。ドライブラシは色を混ぜるわけではないから、紫色の上に黄色を塗っても大丈夫なの。やった！ドライブラシだと服の大好きな鮮やかな黄色と紫色がいっぱい使えるんだ。赤と緑色の組み合わせも試してみよう。でもね、補色関係の色をドライブラシで塗るとハレーションを起こす場合があるから注意してね。ハレーション？そう、目がチカチカして見える現象ね。明度が近く、彩度が高い補色、反対色を隣り合った位置に置くと、そういう見え方をしてしまうのよ。屋外広告や交通標識を作っているデザイナーやエンジニアの人はちょっと意識している配色ね。例えば、サラのホームページのロゴをこの配色で作ってみたの。あら、ビビットカラーも悪くないわね。これからはこのロゴでいこうかしら。わあ、やめて。ずっと見ていると目が疲れそう。でしょ？だから補色を使うときは、ここでも少し注意が必要ね。でも作者の意図によっては逆にそのチカチカを利用することもあるのよ。じゃあ表現したいことで色も変えていくってことなんだ。そういうことね。糸か。服は形をきれいに取ったり、色を上手に塗れたり、人からうまいねって言われることだけが目標になってた。絵がうまく描けるって素敵なことよね。でもね、意図が伝わってくる絵ってとても魅力的なの。この人はこんなところに心が動いてこういう絵を描いたんだなって。なんかそういう絵ってある。それほどうまくないけど、この絵を描いた人はこういうことを伝えたかったんだなって共感できる感じ。そう、それって絵を鑑賞する楽しみね。サラは感じる心って人に与えられた才能だと思う。そういう意味でも楽しいって感じながら絵を描くって大切ね。きっと伝わるから。さて次は水彩9つの基本技法の締めくくり。塩を使った美しい模様の作り方をご紹介します。感じる心全開で楽しみます。9時間目、塩を使ってとは、ここでは水彩の技法、塩を使っての意味と、この技法の手順を解説します。
水彩の技法にはお塩を使った技法もあるのよ。お塩ってお料理に使う？そうよ。水彩では塩を使ってとても美しい模様を作る技法があるのよ。水彩は油絵のように厚く塗り重ねたり、他の素材を取り込んでのマチエール、素材を利用しての凹凸の特殊効果を活用できないけど、水の特性を生かした表現手段があるのよ。6時間目のバックランでは水の妖精さんにお任せしたけど、今回は塩の妖精さんにお任せして神秘的な模様を作ってもらう技法なの。あなたも私たちと一緒に水彩技法、塩を使ってやってみませんか？手順1、塩を使う葉っぱに色を塗る。下の段の真ん中の葉っぱに青色と緑色のグラデーションで色を塗ります。コツは透明感のある濃い色をたっぷりの水で溶いて塗ること。少し水っぽいと感じるくらいがおすすめです。手順2、塩を散らす。たっぷり濡れている状態で塩を散らします。塩は指につまんで一粒一粒丁寧に散らしましょう。手順3、模様が現れ始める。しばらくすると塩が周りの水を吸収して白い結晶のような模様が現れ始めます。塩の粒はとても小さいのに模様は5ミリから1センチ、それ以上の大きさになりますよ。塩を使った技法ではドライヤーなどで乾かさず、ゆっくりと自然乾燥させます。手順4、乾くまで待つ。乾ききるとこのような模様ができます。拡大してみると、模様は絵の具や紙の目の粗さによっても違ってきます。ここで使った絵の具はホルベインのコバルトブルーヒューとビリジアンヒューのグラデーションです。紙はウォーターフォード紙の中目です。うまくいかなかった方は絵の具と紙をチェックしてみてください。手順5、残りの葉っぱも描く。残りの葉っぱ2枚も今までに学んだ技法を使って描いておきましょう。葉っぱの葉脈をリフトアウトで描いたり、影を描き足したりすると完成度が高まります。ここでこの絵のモチーフにした葉っぱを見てみましょう。これが実際の9枚の葉っぱです。1枚1枚色や形が違いますが、すべて1本の街路樹が落とした葉っぱたちなんですよ。自然の葉っぱそのものにもグラデーションやドライブラシ、またスパッタリングの技法が見て取れますね。葉っぱをモチーフとして描くとき、このまま写実的に描いても綺麗ですが、ここでは3つの技法を使ってカラフルでポップな作品に仕上げてみました。技法を使った絵作り、あなたが絵を描くときの参考にしてみてくださいね。水彩の技法の9時間目、塩を使ってできましたか？できました。すごい綺麗。雪の結晶のような、海に浮いているクラゲのような、塩でこんな模様ができるなんて不思議。ほんとね。手順通りにやってみたけど、それでもうまくいかなかった方はお塩の種類も確認してみてね。お塩の種類？サラは最初に塩で模様を作るなら大きな模様を作りたいなって思って、粒の大きな粗塩というお塩を使ってみたの。なるほど、それでどうなったの？結果は見事大失敗。粗塩は粒が大きくて硬いせいか、周りの水を吸収できなかったの。だから模様も現れず、粒のまま残ってしまったのよ。そうなんだ。じゃあ水彩で模様を作るにはどんなお塩がいいの？お塩には粗塩のような天然塩と精製された精製塩とがあるのよ。綺麗な模様を作るには粒が小さいサラサラとした精製塩を使ってね。了解しました。さて、水彩9つの基本技法、最後の技法、塩を使って、あなたはいかがでしたか？塩の妖精さんたちが水彩紙の上で綺麗な模様を描いていてくれてたらいいなって思います。まとめ、3枚目の絵、9枚の葉っぱで習得した水彩技法のポイント。
前回までの動画で学んだ6つの技法に加えて、今回の動画で新たに学んだ3つの技法を確認しておきましょう。7時間目のスパッタリングは絵の具を飛び散らせる技法でした。ここでは背景にアクセントをつける方法とテクスチャを表現する方法の2つを解説しました。この技法のポイント。1つ目はキッチンペーパーなどでマスキングしておくこと。2つ目は絵の具を含んだ筆は軽く叩き始めること。3つ目はドーム状の絵の具が流れないようにゆっくり乾かすこと。ちょっとプロっぽい技法のスパッタリング、あなたの絵にもぜひ取り入れてみてくださいね。8時間目はドライブラシ、筆の水気を切って描く技法でしたね。かすれを利用して質感を出したり、光の粒を表現したり、ここでは隣り合う色の組み合わせで起きるハレーション、また絵を描く意図についても触れました。この技法のポイント。1つ目は平筆を活用し水気を切って描くこと。2つ目はモチーフの形に切り抜いたマスキング紙を利用すること。3つ目は補色の彩度と明度の関係で起こるハレーションに注意すること。ドライブラシは手書きならではの素朴なタッチが表現できます。遊び心を持って描いてみてくださいね。9時間目は塩を使って、普段料理に使う塩を使って美しい模様を描く技法を解説しました。この技法のポイント。1つ目は筆にたっぷりの水を含んで塗ること。2つ目はその上に塩を一粒一粒丁寧に散らすこと。3つ目はゆっくり自然乾燥させること。また、これまでの技法でうまくいかなかった方、下絵としてダウンロードした線画は何度でも水彩紙にコピーできます。別の色で塗ってみたり、水の量を加減したり、あえて補色やハレーションを試してみたり、透明水彩という絵の具の感覚をつかむためにもいろいろ試してみてくださいね。さて、この水彩時間ではうまく描くこと以上に透明水彩の心地よさを感じながら心の状態を整えること、自分で楽しさを想像することを目的にしています。あなたが楽しかったと感じているのなら、そんなあなたの心にこのスタンプを。水彩9つの基本技法3部作いかがでしたか？次回の動画からは今回の基本技法をもとに実際に水彩作品を描いていきます。動画を見ている方と一緒に描く楽しさを共有するために下絵の線画をダウンロードできるように企画を進めています。よかったらチャンネル登録しておいてくださいね。お知らせです。LINE スタンプを作りました。動くほめほめスタンプ花印。サラの水彩画のモチーフ、季節の花と蝶々を組み合わせたアニメーションスタンプです。花の形がふわりと朱印に変化する水彩テイストの癒し系スタンプです。褒め言葉やねぎらい、お礼の言葉をセットにしました。自分はもちろんあの人も。たくさん褒めてあげましょう。購入リンクは下記概要欄から。